レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。なんか兄ちゃんが入学式見に来いって言ってきたけど、何の入学式なんだろう。でもこの前英会話教室の卒業式だったのね。新入生挨拶が始まるっぽい。とりあえず聞いてみるか。暖かな春の日差しが差し込み、春の息吹が感じられる今日、私たちはバディスイミングスクールに入学いたします。スイミングスクール入学式？バディスイミングスクールに入学するということに正直まだ実感がありません。実感も何もないでしょ。泳ぎが速くなりたいという気持ちは常に心にあります。ここで泳ぎの技術を上げてイルカクラスの諸先輩方に追いつけるように頑張ります。以上、新入生代表ペンギンクラス健太。いや、ペンギンクラスなの。いや、スイミングスクール入学式ないでしょ。おのおの入る学校ですから。お前うるさいぞ。お前静かしろお前。申し訳ないけどさ、スイミングスクールに入学式も卒業式もないから、今日静かにしとくから掛け声だけ教えてよ。お前分かったよ。お前静かによく耳を澄ましいてよく聞けよお前。最近済ませてないからね。今日の掛け声は、これだ。オンオイイアイ。オンオイイアイ。分かったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。短いぞ今日は。短いね。陽介さん、間もなくです。お前番組始まるじゃねえか。お前3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。ボンジョービ嫌い。ファイヤーマサラカ。ファイヤーマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。ファイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。ボンジョビは好きだよ。好きだよね。嫌いな人いないよ。ボンジョビはみんな好きだから。だよね、だから違うなと思いながら言ってる。Don't worry be happy。 いけたな今日は。今日はいけたよ。すごいあれになってない、適当になってない？急にね。じゃあ長い言うから多分スタッフが、分かるだろうなこれみたいな。ちょっと新進姉ちゃん出したいんじゃない最近。ちょっとあれだからね、契約期間がね。そうそろそろかもしんないって。そうね。ということで、そう入学式ですよ、今週は全国的に。いいね。でびっくりしちゃった。今年小学校に入学する人は2018年生まれです。わお。中学校に入学するのが2012年生まれ。わお、すごいね。そう考えると。で高校に入学する子らも言うて2009年とかだよね、になるんじゃない多分。北京オリンピックなんですね。すごいね。でもいやすごい。それで結構考えちゃうわ。何よ。お前日韓ワールドカップ知らねえのとかアテネオリンピック知らねえのとか。なんか発言がなんかあれだね。やっぱ陽介は一番おじさんっぽいよね。いや年の指標じゃん、オリンピックとかワールドカップって。そうなの。年の指標なんじゃん。だって俺あんまりさ本当に興味がないからさ分かんないんだよね。だって実際超気持ちいいよ知んないんだよ。超気持ちいいはさ知ってんの？知ってるよ。2004年だよ。だってそっか。幼稚園ぐらいの時だ。いやもうそれさ覚えてる人の方が少ないって。覚えてる。だってそうなんだ。俺ら世代じゃん。あの時代はだって情報をテレビからしか受けれなかったもん。そっか。今みたいに携帯とかないし、だからそうなっちゃう俺は。超待てよ世代ではないでしょ。超待てよはね、いやでもモノマネリアルタイム超待てよは知らない。今のちょ待てよは知ってるってことね。いやでも頑張ってください皆さん。
お便りもいただいてます、はいはい、ラジオネーム長崎の海さん、ありがとうございます。こんばんは。キャナルシティの公開録音では親身で素敵なアドバイスをありがとうございました、うんうんうん、お二人と話ができた嬉しさでその日は興奮してしまいました、はいはい、先日気難しい兄の誕生日、うんうん兄と距離があるね、はい、いらっしゃったね。回転寿司のギフト券を送りました。おー、住所も知られたくない兄なので、とりあえず LINE 上でですが、うん既読がついただけで特に反応はありませんが、これを第一歩に兄と交流できたらと思います、はい、バディツアーでは福岡で参戦する予定です。楽しみにしています。今回は本当にありがとうございましたということで。こちらこそありがとうございました。なるほどね。結局いいじゃないですか。 LINE ギフトにしたんだ。いいと思うよ。 LINE ギフトあれだもんね、今受け取った側が住所を設定できるもんね。そうできるし、これ既読ついてちゃんとこの LINE ギフトを使ってたらお兄ちゃんはありがとうって思ってると思いますよ。使ったか使ってないかをさ、こっちに分かる制度にしてほしくない？それやったらやっぱさ LINE ギフトのさ意味あんまなくなっちゃうじゃんそうなのその匿名性じゃんやっぱ多そうなの分あれは、でもほら、使ったか使ってないかはさ、それ分かり出すと使ってありがとうの一言もねえのかっていう問題が起き始めるから。そういうことね。うまいぐらいあれしてんだね。そういやいいじゃないですか。その一歩ずつですよ。いいですね、はい、頑張ってください。ラジオネーム椎名さん、はい、こんばんは。日付変わって4月13日、陽介くんスパイのボーカルになって2周年おおめでとうございます。おめでとうございます。歌い続けてくれてスパイを選んでくれてありがとうございます。陽介くんのおかげでスパイの新たな魅力にも気がつけて最高です。新たな1年も陽介くんらしくかましてくださいね。受け止める準備は万端です。愛してるぞ。それでは記念日にバサラカでどんなトークが聞けられるか楽しみにしてます。あれ、もうすぐ2周年って今思い出したので忘れないうちにメッセージしておきますね。ありがとうございます。もうそんな経ったか。2年経ちますね。3年目か。突入ですね。4月13だったね。いや良き日じゃないですか。とってもそうですね。なんかご褒美買っちゃおう。ご褒美好きだよね陽介。何かにつけてご褒美買うよね。まあいいことだと思うんだけど、すごくいいだってモチベじゃん。じゃあボーカリスト、いやこれ聞いて、ボーカリ俺さ、スタジオとか入っててよく思うの、ボーカリストのモチベってむずいなと思って。なんで？だってさ、ケンタはさスティックが新しくなったみたいな、なんか機材変えた、もみケンもなんかシールド変えた、ユージに関してはなんかギター買ったみたいなですごいめでてるじゃん。まあ喉買ったって無理だもんね。無理じゃん。俺なんかないからそういうのと思って最近だから服になっちゃって、それが服でリハーサルスタジオの鏡で会う、いいなみたいなって感じだもん。だから俺が T シャツ買うとさ、スタッフがさすごいまた買ったんですかみたいなさ空気感あるじゃない。許してほしい。俺のモチベだと。それが T シャツなんてギターとかああいう機材に比べたらまあ安いよね。何分の1の値段ですから。そうだね。それ1個でモチベになるんだったらいいじゃん。まあね。って思う。そうで抱負ね。3年目の抱負。3年目の抱負です。3年目の抱負なんだろうね。まあ今年の抱負みたいなもんですよね。無駄遣いしない。いやでも自分へのご褒美だったら無駄遣いではないからね。だからそこにちゃんと重点を置くから他で無駄遣いしない。はい、なるほどね。そこかな。ちょっと堅実すぎるわ。なんかこう。そう。まあバンドとしてはもう抱負はもうとにかくだからちゃんとこなすだよね。いや堅実だな。それは真面目だな。堅実だからこそ見えてくる景色って絶対あるね。堅実だからこそ暴れれる時があるじゃない。あるね。そうだね。常日頃からさこんなワーキャーワーキャーしてたらさ、まあそれはね確かにそうなんかほら新鮮味がなくなっちゃうじゃん。だからおとなしくしとく。メリハリだね。メリハリってことだね。普段はおとなしくするっていう。だそうです皆さん。はい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達は話し合いですが、はい、このコーナーは皆さんの
周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうはいコーナーです、僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください、ということで今週もいただいております。ラジオネーム砂肝さん、ありがとうございます。健太さん、ゆうすけさん、こんばんは。こんばんは。いつもバサラが楽しく聞いてます、はい。友達の話です。うん。友達は仕事終わりそのまま新大阪から新幹線に乗って実家に帰ろうといつも持っている財布やスマホなどの貴重品を入れたリュックに加え、服やスキンケア用品が入ったボストンバッグを持って通勤していました。ほう。いつもの通勤ルート通りに地下鉄に乗り換え、通勤ラッシュだったので邪魔にならないようにボストンバッグを網棚の上に置きました、そしていつも通り乗り換え職場の最寄り駅に着いた時友達は気づきました。そう、ボストンバッグを網棚の上に置いたままそのまま乗り換えてしまったのです、地下鉄の忘れ物センターへ問い合わせたところ、なんと乗った車両の終着駅がたまたま新大阪駅であり新大阪駅の窓口で保管されていました、すごっ。なんと不思議なボストンバッグのみ先に目的地の新大阪駅に到着するという現象が発生してしまいました。新大阪駅で友達は駅員さんから大丈夫でしたかと心配され、あまりにも物理的に大きすぎる忘れ物やそんな忘れ物をするなんてどんな人間に思われているんだろうととても恥ずかしい思いをしたそうです。あくまでも友達の話です。たくさんイベントを控えてらっしゃると思いますのでお体ご自愛ください。大丈夫でしたか。先にすごいな。こういう輸送方法もあるってことだね。荷物減る。そうそうそう、荷物減るしさ。いやでも日本だからだよまあそれはそうだね。こんなの、うん、正直海外だったら速攻持ってかれるね。持ってかれるよね、いやでも何よりあってよかったね。本当に、荷物が。リュックもからった上で、うんボストンバッグ持ってたんだ。そりゃ何しに行くのって思われるかもしれない。まあでもいいのよそんなことは。ボストンバッグが戻ってきたっていうことがやっぱりそう重要ですよ。人間誰しもね、忘れ物しちゃうし、だから砂肝さんの日頃の行いがここでその友達ね消化されたってこと。そう友達最近甘いよそこ毎回言ってる気がする俺確かに甘いね。ちょっと甘い設定甘いね。友達もね私の話なんですけどいや良かったです良かったです。はい。いやいいことを日頃の行いが良かったんだろうね。良かったですね友達の。よかったよかった、良かったねって言ってあげてください。はいまだまだ来ております。珍しいラジオネームなしです。はい、あくまで友達の話なんですが、ホットヨガが趣味の友達は数年前、結婚記念日のランチ後17時半からのレッスンだし、苦しいお腹も程よく空いてくるだろうとスタジオに向かいました。しかし始まる前から胃が痛くなってきました、ただそのうち収まるだろうとレッスン突入した結果、胃もお腹も痛くなってヨガの滝汗か冷や汗かわからないくらい、汗だくになり50年弱の人生で大失態を犯すという地獄絵図がちらつき途中退場もよぎったそうです、ですが月に4回しか行けない大事な1回のレッスンを無駄にできないと負けず嫌いの彼女は何度となくやってくる人生最大の危機を乗り切り1時間やりきりました。ラスト数分のクールダウンをすっ飛ばし、着替えて汗でべちゃべちゃのままショッピングモールのトイレへ何事もないような顔して瀕死の思いで駆け込み20分ほど出てこれなかったそうです、後日再び同じ事態に陥り食べ過ぎが原因ではと思い、それ以来レッスン2時間前までに食事は少量と心に固く決めたそうです、ちなみにこの日のレッスンは全身マックスという腹筋に始まり1時間とにかく全身の筋肉を鍛えまくるというものだったそうです。想像してください彼女の苦しみを。いや後日再び同じ事態に陥ったそうなんよまたやっとるやないかいっつって。いやでもこれよう乗り越えましたよ。俺だったら絶対に大失態ですよね。いや、乗り越えたのにまたこれ乗り越えたのかなもう一回。だからもう一回多分同じようなお便り来ると思いますよということはい、再度この経験をしないように、本当に固く誓ってください。運動する前、2時間以上はもう必ず開けてください。そうだね、だってよくないんでしょあれ、血流のあれ的にもさ。そう消化に血が回ってる状態だから、そうで なおかつそれでホットヨガだからね、もう大変よ。ホットヨガってあれ暖房が効いた部屋でめっちゃやるみたいな、低温サウナみたいな状態でやる
ああ、もうヨガだ汗でったはずびちゃびちゃになるみたいな、気をつけた方がいいですねこれは。おみけんが一回行ってうん水虫もらったからやめたみたいなやつ確かに。うんそのぐらいあれなのか、うんもう滝汗になっちゃうのか。そうそう、だからきっと湿度も高いだろうしそれは大変ですねもみけんさんご愁傷様ですはいということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません。はいぜひ友達が言っていた恥ずかしい話、お待ちしております。はいそれでは今日はね、じゃあラジオネームはなしのはい、友達の話からこちら選曲しました。なんでしょう。 TM レボリューションでホットリミットスパイエアのマサラカ。お送りした曲は TM レボリューションでホットリミットでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はい今週もお悩み届いております。今週はなんかね結構ライト目ですよ、はいはいはい、なんでしょう。ラジオネーム太一さん。はい、陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。最近花粉すごいですよね、うんお二人は花粉大丈夫ですか？うん僕は大丈夫じゃないです、うん鼻にぐるぐる巻きのティッシュを突っ込んでそれをマスクで隠して仕事しています、はいはい。これをやってるせいで最近鼻の穴が大きくなってきたような気がします。来週久しぶりにマッチングアプリで知り合ったことデートです、鼻の穴が大きいなりに格好つける方法を教えてください。あしょうがないよこれ。しょうがないね。俺も健太もやばいね、うん今まさにって感じだけど僕はいやこの前さう、んどこだった東京だったんだけど、うんどっかの駅でそれこそなんかこうツアーかなんかで帰ってきた後かな、うんホームですごいね後ろ姿が綺麗な女性の方、うん黒髪ほんと肩甲骨ぐらいまであって、はいはいはいつるつるの髪でみたいな。で別にまあその人をずっと見てたわけじゃないんだけどその人の横をこうファーって後ろから追い抜かしてったの俺が、いやそしたらさ俺の視野の中にさ横顔見えてくるじゃんその人の、うんうん鼻にさなんか刺さってるわけえっと思ってパッて見たらさもう思いっきりうん鼻にティッシュ詰めてもうティッシュがヒラヒラってなってる状態で歩いてるわけ可愛らしいじゃん。そこまでと思って。いやひどいよ。ひどい時はひどいよ、それこそ学生の時は、うんもう両鼻突っ込んでマスクして授業を受けてたもん。いやそのマスクつけるならいいじゃん。あマスクもなしでまあそっか。うんそう何振り返まずマスクつけろよって思わない。うん鼻突っ込んで何しかもさこうちょっと切ってさうん、じゃなくてティッシュ全身出た状態で、こうなってさそうそうふわヒラヒラっつってそれはなんだろう振り返り美人とかさその何振り返りティッシュ。振り返りティッシュみたいないやそれまずそれマスクした方がいいよみたいな、いやそうだよ。方いらっしゃっていや気持ちわかるわ。うんびっくりした。いやでもね鼻の穴は大丈夫だよ。うん大丈夫大丈夫。でその花粉症だからっつってマスクしとけばいいんじゃない？うん全然大丈夫よ。鼻の穴がねちょっとねもう1ミリ大きくなったからって分かんないから。鼻の穴がでかいぐらいでうん冷めるようなうん相手だったら、うんしょうもねそうだね。うん。でだからまた今度会った時にさ、あれ鼻の穴ちっちゃくなったってね言わせればいいわでいいだけですから。縮むのかな鼻の穴。分かんない。広がるなら縮むでしょ。それ大丈夫ですよ。うん。大丈夫しょうがないから。そうそうそう。かっこいいです。しょうがない大丈夫です。はい。続いてまだ来ております。ラジオネーム花さん。花さん。こんばんは。いつも楽しい番組ありがとうございます。先日は新幹線が止まってしまって大変でしたね。座ってるだけでもしんどいのに、首の痛い健太さんは特に大変でしたよね。お疲れ様でした。会えたみんなは本当に嬉しかったと思います。実は今私も新幹線に乗っているのですが、はいトイレに行きたいですでも行けよ窓際に座っていて通路側の方が寝ています。起こすの申し訳ないし、降りる駅まで我慢するかいや間に合わないか。こんな時お二人はどうしますか？ギリギリまで我慢しますか？ちなみに間に合わなかった時ってありますか？とのことです。でも新幹線ならさうん、意外と広いじゃん。そうだね。だからシュッていけんじゃない？まあでもさ、俺が座ってたら多分行けないよ。やっぱ新幹線の。あマジ。うん。あれだったもんね。ん？健太の隣に座ってた、それこそさこの10時間閉じ込められる、はいはいはい。 1ミリも動かなかった。いや本当にびっくりしたいや俺らさ駅とかに泊まってくれたから、そうだね外出たりもできたじゃん。できた。ほんと俺の隣の女性だったんだけどずーっと寝てた
すげえなこの人と思って寝てたんだ。寝たり起きたりもしてたんだけど、動かないじゃん大丈夫って逆に思った。確かにね。まあでもこういう時は俺は行きますね、普通に起こして。全然。行った方がいいですよ。膀胱炎になっちゃうかもしれないし。俺はあれかな、だからだからもう通路側にしちゃうとかね。だから俺は通路側にするタイプだから。俺なんか最近ね窓側いいなってなんか窓側だよね最近ねなんかね思ってきちゃったな。でも場合による。東京から名古屋ぐらいまでなら窓側でいい。そんなにおしっこ行かないから。大阪ぐらいになるとわかる。あれだから大阪ぐらいの移動だから移動でまあ 2,3 時間かかるときは通路側がいい。そうかもね。通路側でお願いします。 2,3 時間かかるときはスタッフにね1時間ぐらいだったら窓側でっていう感じかな。まあでも間に合わなかったことはないな俺は。そうだよ、さすがにね。さすがにないな。あとやっぱ少ないよねトイレ新幹線。まあでもしょうがないと思うけどね、やっぱ座席増やしてる分さしょうがない気はするよね。さあで喫煙ルームなくなったじゃん、その代わりじゃあトイレ増やせよって思っちゃう、あれ何になってんの。なんか誰も使わないワークスペースになってるね意味あるって思っちゃう。まあしょうがないっすよそれは。誰かが使ってるのかもしれないし、きっと。まあでも我慢ギリギリまで我慢せずにトイレ行ってくださいね。はい、花さん気をつけてください。体が大事だから、そう気をつけて。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでバディです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで。はいもう4月じゃん。いやなんかねこの前卒業だねみたいな話してて、やっぱこう始業式とかそういうのになってくるとさ、なんかまたこっから新歓の季節が来たりさ、駅でね寝てしまった若者たちを見始めるのかなって思うとちょっとワクワクするね。佐々木のいたけどね。いた？そうなんだ。渋谷で泥酔で、もうメルトダウンしてるもうねいますよね。だから気をつけてくださいね、そういうの皆さん。風邪ひいちゃうからね、意外と寒いから夜。そうこの季節はね本当に。でもなんかこうあれだね、ラジオやってると季節を感じるね。季節感あるよね分かるね。俺らが俺知ったわ。それでそう基本的にねだから四季を感じられるっていう、ありがたいっすよ。これからもね感じれたらいいなと、感じさせてくださいスタッフの皆さんはい、ということで現在我々の新曲バディがね、配信中です。バディを引っ提げて5月から全国ツアースパイアツアー2025バディの開催も決定しております。福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。そして会場限定での CD、バディ発売決定しております。よろしくお願いします。こちらもこちらバディに加えてオレンジツアーと青ツアーのオレンジと青、こちら2曲、ライブ音源と映像収録しております。皆さんぜひチェックしてください。そしてローソンミニストップロッピにて、限定のオリジナルマフラータオル付き CD、発売も決定しております。こちらも皆さんぜひ予約受付中なので急げそして4月19日土曜日はナンバーショット2025にも出演しております。のぼせもんステージで、出ます。よろしくお願いします。真夏なので皆さん熱中症気をつけてくださいね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムのケントでした。それではまた来週。